自分が食べたもので自分の体ってできるじゃないですか。絵も同じです。自分が描いたもの、日頃描いてるものにしかならないんですよ。自分って日頃描いてる絵がうまければうまくなるんですよ。これ何って言ったらですね、模写でもいいんですよ。僕の絵のトレスでもいいんですよ。どんな形であれ、うまい形を自分の指先で再現していれば上手くなるんですよ。自分の能力に自信がない人ほど上手い人に教わってください。10日ぐらい前にですね、京都合宿ってやってきました。関西中心にね、塾生さん集まれる人ね、来てもらって2日間で、100体ぶっ通しでリアルな人間の線画、最初みんなやっぱたどたどしかったんですけど、2日目以降ですね、がぜん上手くなってるんですよ。ポイントポイントでね、僕の方でちらっと見てこうアドバイスしたらですね、たった1日2日でですね、結構劇的に上手くなるもんなんですよ。これ不思議とこれ何かって話なんですよ。今日の話だな。下手な1万枚描いても上手くならないと、これ本質はですね、自己流に頼らずに描こうねってことですよね。ある一時においては自己流ってのも大事なんですけど、最初にね、最低限度もうインストールしちゃった方が早いかなっていう気はします。僕なんかね、こう絵の仕事してるから分かるんですけど、この人が、どこまで何考えて絵描いてるかって、一瞬で分かるんですよね。考え方とか取り組み方とか、変えないと、絶対うまくなんないんですよ。僕の場合絵を通して無意識を見ますね。無意識、自分が意識してないことっていうのが絵って出るんですよね。要するに何が分かってたら何が分かんないかとか、これめんどくさがって描いてんなとか、ここにすごいこだわりがあるんだなとかね、そこがね、面白いですよね。絵を見ると自分が分かるみたいなところあるよね。今日の話ちょっと戻ると、下手なアニメの仕事たくさんやっても上手くなりません全部とは言いませんよ。全部とはどこのスタジオもそうなってますとは言いませんよ。自分の入ったところの先輩とか、そのスタジオのベテランさんが一言で言うとちょっと絵が芋臭いというか古いというか、このベテランさん30年間絵止まってますけどみたいな。もちろん基本はそういうところで学べるじゃ学べるんだけど、その人について20年やっててもですね、やっぱ上手くなんないんですよ。なんでって言ったら、その人がその絵を20年間描いてるからですはい30年間同じ絵を描いてるからです。じゃあ本当にね、今本当活躍してるね、みんなが憧れるすごい上手いアニメーターってどうしてんのって言ったら、シンプルにね、上手いものをどんどん吸収してってます。上手い表現とか上手いものをどんどん吸収したり、自分でやってみてたり、ちゃんと観察をしたり、日常の目の前のものをちゃんと見ながら描くということをですね、しっかりやってる人たちは上手くなります。で、正直芋臭い絵を描くベテランさんの特徴は、この絵でやってますからの90年代の絵を延々と未だに描いてる人たちでも、30年間同じ絵を描いてる人たちは上手くならないんですよね。もう立体とか物の捉え方ってもう日進月歩でも、正直俺人狼振りくりそのあたりで表現ってさ、結構確立してないから90年代と00年代はだいぶ違うけど、00年代と00年代から10年代10年代から20年代の差って俺正直分かんないんだけど、ある線が細かくなりましたとかあるけど、逆にそれって退化してる部分もあるよね。いや、電脳コイルとか未だに見てもうまいじゃないですか。シンプルに言って、あれ2007年の作品18年前なのに、あれはあんま古さを感じないよね。リアルなものの観察にちゃんと根ざしてあるものっていうのは古くない気がします。これ古いなーっていうのはね、やっぱ一言で言うとちょっと手癖で描いてる感は否めないですね。手癖とかその時の流行りの形だけで描いちゃってるものってやっぱ空虚だから、普遍性がない。普遍性っていうのはみんなの共通認識ってやつですね。時代を超えた共通認識。トトロとかさ、ラピュタとかさ、古くないよね、やっぱねそう古くないっていうか見れるじゃない。昨日子供とバックトゥザフューチャーちらっと見てたんですけど、バックトゥザフューチャー見れるんだよね。85年のあれ古くなんないね。キレッキレなんですよ。変なやっぱり思い込みや癖で描いてないってことなのかな。